こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんはじめまして、はるかです。今日からこのポッドキャストチャンネル始めていきます。このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしていきます。話すスピードもネイティブスピードに近いスピードでお話をしていきたいなと思ってます。もし少し早いなと感じた方は、ぜひ再生スピードを落として聞いてみてください。他にも日本語での字幕やいろんな言語での字幕を用意しているので、皆さんのレベルに合わせて聞いてみてください。このチャンネル聞いてくださってる方は多分日本語を勉強していたり、日本の文化とか生活に興味がある方たくさんいるんじゃないかなと思います。このポッドキャストを通して皆さんに日本語を教えたり、ネットには載っていないような日本人のリアルな生活だったり、日本の文化についてお話ししていこうと思います。今日は私のチャンネル記念すべき1本目のエピソードということで、私について自己紹介をしていきたいと思います。はじめまして、はるかです。私は日本の島根県の出身です。島根県って聞いたことある方いますか？もしかしたらほとんどの方初めて聞くんじゃないでしょうか。っていうのも、島根県って日本の中でもすごく田舎です。田舎っていうのは大阪とか東京とかみたいに人がたくさん住んでいて大きな町ではなくて、そこから離れた人があまりたくさん住んでいない自然がたくさんある地域のことを言います。私の地元の島根県もすごく田舎で、実は日本人でも島根県行ったことないよっていう人たくさんいるんですね。島根県って本当に海も綺麗だし、山も綺麗だし、ご飯も美味しいし、私本当に地元大好きなので、また皆さんに私の地元についてシェアもしていきたいなと思ってます。今年の5月も島根県に行く予定があるので、その時は Vlog を撮影して皆さんにシェアしたいなと思ってるので、楽しみに待っていてください。そして大学を卒業するまではずっと島根県で過ごしていました。卒業してからはまず大阪で就職をしました。大阪は多分皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。大阪の難波、道頓堀とかの近くに住んでいました。本当に人気な観光地で、もう日本人も海外の方もたくさん遊びに来るような場所だったので、たくさん刺激を感じながら過ごすことができて、本当に楽しく暮らしてました。皆さん大阪とか行ったことありますか？行ってみたいなーっていう方もいますか？どうかな？ぜひ皆さんが行ったことある場所だったり、行ってみたいなって思ってる方、気になることなどコメントで教えてください。そして2年前の6月に福岡県に引っ越してきました。今は福岡県の博多というところに住んでいます。博多も聞いたことある方たくさんいるんじゃないでしょうか。博多は九州というエリアの中の一番大きな町になります。博多って本当に有名なものがたくさんあって、例えばラーメンとか、あとはもつ鍋とか、本当に美味しいご飯がたくさんあります。今までその島根県と大阪と福岡で暮らしてきたんですが、福岡来て食べ物が全部美味しくて本当びっくりしました。今も博多に住んでいるので、美味しかったご飯屋さんだったりおすすめの食べ物とか、これからポッドキャストで紹介していきたいなと思っているので、はい、それもぜひ楽しみに待っていてください。そして今韓国人の彼と一緒に住んでいます。彼なんですけど、去年の夏に JLPT の N1 を取得して、今は日本のホテルでお仕事をしています。彼も N1 を取るためにほんとすっごく一生懸命勉強していて、やっぱりその実際に N1 を取得した彼が日本語で混乱しているところだったり、この日本語ってどういうことって困っていた部分などたくさん見てきたので、そういったところも皆さんに分かりやすくこのポッドキャストを通して解説などもできたらと思ってます。ちなみに私は今日本語のオンラインコーチを目指して準備をしています。去年の12月末まではリゾートバイトっていう日本で住み込みで働くことができるお仕事を紹介する会社に勤めていました。その会社では主にワーキングホリデーのビザを持った外国人の担当をしていました。内容としては外国人の方のお仕事探しを手伝ったり、実際に日本に来てからの仕事中だったり生活のサポートなどもしていました。そんな中でみんな本当に日本語上手なんですけど、いざ日本に来てみるとネイティブが話す日本語と今まで勉強してきた日本語が全然違って、思ったより会話ができなくて大変ですっていう声をたくさん聞きました。
他にも勉強していると今自分がどこがわからないのかわからないみたいなところでもう何から勉強していいかわかりませんっていう方もたくさんいたんですね。なので私はこのチャンネルを通して皆さんがネイティブのリアルな日本語に触れるきっかけを作ったり、リアルな日本の生活だったり文化をお届けできるように一生懸命頑張っていきたいなと思ってます。なのでぜひ日本語を勉強している方だったり、日本の文化生活に興味がある方ももちろんなんですけど、日本でワーキングホリデーをしたいなとか、いつか日本で就職してみたいなっていう方にもこのチャンネル見ていただきたいなと思います。日本に来てからのギャップがなくなるのもなんですけど、身近に日本のことや日本語のことを質問できるお友達みたいな存在になりたいなと思ってます。なのでぜひ皆さんコメントとかで聞きたいこととか今勉強で困ってることなんでもいいです。ぜひコメントしてください。リプライしたりももちろん私がしているんですけど、他にもこのポッドキャストでお返事をしたりもできるので、はい、ぜひコメント待ってます。もう少しだけ私のことをお話しすると、趣味は料理です。和食もなんですけど、結構いろんなご飯作ります。スペイン料理とか、あとはインドカレーとかも作ったり、彼が韓国人なので韓国料理も最近教わって作れるようになりました。他にも洋食とか中華とかも大好きで、趣味料理って言ったんですけど、食べることも大好きです。なので結構外食、外のレストランとかに食べに行ったりもします。私が最近作った料理だとこんな感じです。おにぎり定食を作ってみたり、あとはフォカッチャっていうパンを焼いてみたり、シチューとかも好きなのでビーフシチューとかいろいろ作ってみました。あとは最近食べた美味しかった料理だとこんな感じです。私も彼も食べるのが大好きなので、美味しかったご飯とかも写真とか動画で皆さんにポッドキャストを通してシェアできたらと思うので、はい、楽しみに待っていてください。皆さんちなみに日本食で食べてみたいご飯とか、日本で食べて美味しかったご飯とかってありますか？私が一番好きな日本食で言うと、私はすき焼きが大好きです。すき焼きって結構高いので、毎日毎日食べれるようなものではないんですけど、こう自分の誕生日とか、大学受かった日とか、そういったお祝いの日によく食べるんですね。生卵にこの甘辛いお肉をつけて食べるのがもう本当に大好きです。皆さんはどうですか？すき焼きとか食べたことあるかな？皆さんの好きなものだったり趣味だったりもぜひ聞かせてください。他にもアニメを見ることが大好きだったり、皆さんポケモンとかって知ってますか？ポケモンのゲーム今だとスイッチ2の ZA とか頑張ってやってるんですけど、ポケモンも大好きです。彼もアニメとかポケモン大好きで、よく2人で今だと呪術廻戦とか、あとは早々のフリーレンとか見てたり、ZA 一緒に頑張ったりしてるんですけど、なんかこう皆さん日本語に興味を持ったきっかけとかも聞いてみたいです。もしかしたらアニメっていう方も結構多いんじゃないでしょうか。皆さんと好きなアニメについてお話ししたりできたら楽しいなと思います。みんな推しポケモンとかいますか？このチャンネルを通して皆さんとお友達みたいな存在になれるように、これから楽しくポッドキャストを上げていこうと思ってます。ということで今日のポッドキャストは以上になります。ぜひ皆さん散歩中だったり通勤中とか寝る前だったり何かをしながらこのポッドキャストを楽しんでいただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。